必ずここを直角に起こして縫い目のような綺麗なファスナー付けになりました。こんにちは、副工房の小村です。今回はコンシールファスナーの付け方を説明していきます。縫い目のように見えるファスナーで、こう締めての縫い目のように綺麗に見えるこのファスナーの付け方です。ぜひ動画で見てみてください。それではコンシールファスナーの付け方を説明していきます。コンシールファスナー、主にお店で売っているものはこの短い長さの22センチのものとこの長い56センチのものが主に販売されているんですが、今回はこちらの短いものを使って縫っていこうと思います。主に短いものはこういうスカートの後ろファスナーだったりプルオーバーの後ろ開きなどに使われて、長いものはワンピースなどに使われることが多いです。まず型紙なんですが、縫い代1センチあるので、この縫い代の出来上がりから5ミリ下にこのファスナーの上止まりがあるんですけど、この上止まりを持っていきます。ここからどのぐらい開けたらいいかというと、これ22センチのものをこのファスナーの下の留めはこう手で動かせるんですけど、この一番下まで下ろした状態でビヨーンと開けると、これ測ってみるとこの持ち手の、スライダーの上端までの長さでいうと19.5センチほどになります。で、つける時にはこれを下まで下ろしてつけるんですけど、どうしてもこう押さえがこうギリギリまではいかないので、もう出来上がりというか、もう縫い止まりは18センチにしとくと、縫う時に縫いやすくなります。なのでこの上止まり5ミリ下がった上止まりから18センチのところに、つけて、縫い止まりを持って縫っていきます。でこの長いものでしたら、ヒップあたりまで、ワンピースの場合はヒップあたりまで空きがあったらいいので、だいたいこの一番下になるところから、これでいくと10、この一番下の端から3センチ上ぐらいの長さに、縫い止まりがなっていたら縫いやすい縫い止まりになります。一応型紙の合い印はこんな感じでつけていただいて、この上止まりから1.5センチ必要なので、最初にファスナーを切っておくと上端がずれずにできるので、先にファスナーの上端を切っておきます。1.5センチの位置でちょっとだけなんですが、切っておくと上端を合わせればいいので縫う時にも楽になります。上止まりから 1.5 センチの位置で切ります。これでファスナーの準備は終わりです。あとこれはもう切ってきたものなんですが、スカートの後ろ開きという設定でちょっと下の方はないんですが、これで縫っていこうと思います。まず最初にこの縫い代は 1.5 センチつけています。なので 1.5 センチでこの縫い止まりまでは普通の縫い目で縫ってきて、縫い止まりから上は一旦糸を切ってから粗い縫い目で上端まで縫っていきます。この粗い縫い目は後でほどきやすいように粗くしています。それではミシンで縫っていきます。それでは縫い止まりよりも下を普通の縫い目で縫っていきます。
ず返し縫いをします。これより上は1センチぐらいは重ねて縫い目を大きくします。これで返し縫いもなしに上端まで縫っていきます。縫い目の大きさは4、5ミリの縫い目の長さにすると良いです。これで縫えました。縫い代をアイロンで割ります。これで縫い止まりはここになります。そして次にファスナーを待ち針で留めていきます。上端も 1.5 で切っていたので、上端と布の端を合わせます。そしてファスナーの表側を下に向けて、このファスナーの中心とこの縫ったところの縫い目が合うように合わせていきます。上端を合わせる。こういうふうにちょっとめくりながら合わせます。合っていたら、この縫い代とファスナー布だけを待ち針で留めます。下を留めないように気をつけてください。ちょっとずつファスナーの中心と縫い目を合わせて見ていきます。3、4センチ間隔に待ち針を打つとずれにくいです。仮留めをするのはこの縫い止まりよりも5ミリ下までなので、そのあたりまで待ち針をしておきます。反対側も留めておきます。ここが縫い止まりなので、ファスナーとこの縫い代をミシンで留めるのは縫い止まりよりも5ミリ下まで縫ってきます。これ印つけておいた方が良いです。それではファスナー布とこの縫い代のみを仮縫いしていきます。仮縫いする位置はこの虫のすぐ横を仮縫いするとズレが少なくなるのでいいんですが、普通の押さえだとギリギリを縫うっていうことができないので、こういう片押さえに変えて縫っていきます。表地の方をよいしょと省いて縫い代とファスナー布だけを縫います。このスライダーがあるので、この押さえて後ろ側が結構距離があるので、この分はスライダーが邪魔して縫えないので、縫えるところから縫えば良いです。普通の縫い目で縫っていきます。スライダーを縫わない程度ギリギリを縫ってください。
止まりよりも5ミリ下まで縫いました。次反対側も同じように縫っていきます。縫い止まりよりも5ミリ下から縫います。最後もスライダーがあるので縫えるところまで縫えば良いです。ここまで縫えたら粗く縫った縫い目をほどいていきます。これで粗く縫った目がほどけました。そしたらこの持ち手を持って一番下まで下げたら1センチぐらい上からこの間の部分、ここちょっと隙間があるんですけど、この部分に持ち手を中に入れます。よいしょ。中に入れるとこちら側からちょっと見えてるので、これを引っ張ります。で下まで下げました。縫い止まりよりも5ミリ下まで縫う意味は、このスライダーが最後下まで下ろしやすいためで、もっと下まで中縫いしてしまうとこの持ち手に手が届かなくなってしまうので、5ミリ下というやり方でやっています。これでファスナー付けをつけていくんですが、ファスナー付けをつけるのにこういうコンシール押さえというのがあるので、これもまた押さえを変えていきます。これでつけていきます。ファスナーをこういうふうに合わせて、この辺り仮止めしていないのでブラブラしてるんですけども、目で見てこの折り目とファスナーの虫の位置が合うように合わせて縫っていきます。コンシールファスナーの押さえっていうのは、溝があってちょっとこの鼻の先みたいなのがあって、左右に針に対して左右に溝があります。その溝をこの虫の部分に合わせて縫っていきます。これで縫っていきます。縫っていく時のポイントなんですが、今虫が倒れてる状態でジャーって縫ってしまうと、ここ、針の落ちる部分がこのちょっと折り曲がったここに針が落ちることになって、起こしてみると2ミリぐらい、端から2ミリぐらい開いてしまうことになって、ファスナーを上げて締めた時にこのファスナー布がちょっと見えてしまうようになるので、必ずここを直角に起こして縫ってください。だいたい4、5センチぐらいずつ縫っては起こす、縫っては起こすという感じで縫っていくと良いです。で、縫い止まりまでを縫ってきます。縫い止まりは、ちょっとタックになったりしやすいので気をつけて縫ってください。これで縫えました。次に反対側も縫っていきます。反対側は、利き手もあるでしょうから、こういうふうに
上から来て上から縫って下から縫うっていう方法もありますし、その場合はこの左側のこの溝に両方合わせたらいいんですけど、両方とも上から縫う場合は次は右側の溝を使います。これは利き手もあるのでどちらでも良いです。私は両方したりするんですが、今回は上から右側を使ってやっていきます。これも先ほどと同じように直角にしながら縫います。起こして縫う、起こして縫う、起こして縫う、起こして縫う。ここまで縫えました。これで次にこうファスナーの持ち手をこういうふうに出してきて上に上げます。この辺に引き連れもなく縫い目のようなファスナーになりました。ファスナーがつきました。下のこのファスナー布も表からはみ出ず縫い目のような綺麗なファスナー付けになりました。次にこの留めを固定していくんですが、固定の仕方はファスナーをまず一番下までビューンと下げたら5ミリほど上げます。上げたところでこの止まりを手で動かしてよいしょいきます。でこれを軽く、ペンチで止めていきます。ギュッ。こうすることによってこうファスナーを上げ下げした時に布の縫い止まりを刺激しないので、この縫い止まりがほつれることがなくなります。次にこの見返しをつけていきます。これとこれをつけていきます。これは表地の型紙で、これは見返しの型紙で、両方とも 1.5 センチの縫い代がついています。これ、この 1.5 センチついてる部分の、見返しの 1.5 センチはチョキンと切ってしまって良いです。と今切ってないので切ってしまいます。これはどうなるかというと、こう 1.5 センチ裏に折り返されて、こう 1.5 センチ表地には縫い代がついていて、見返しにはついてないんですけど、これを合わせて 1.5 センチの半分で縫うことによって、よいしょ、ここの後ろ中心見返しが7ミリ半控えられることになります。こんな感じで次に見返しをつけていきます。まず最初にファスナーをビョーンと下ろしておいて、こういう形
形になるんですが、中表で今 1.5 切ったので、中表で合わせたらこの端をぴったり合わせます。ぴったり合わせたら 1.5 センチの真ん中、0.75 センチのところを縫っていきます。この見返しの端まで縫っていきます。左右とも同じで中表で合わせて端をぴったり合わせて両端を7ミリ半で縫っていきます。見返しの端を7ミリ半で縫います。このファスナー部分から7ミリ半の控えになっています。これで次にファスナーの端を端っこに、このままさっき縫ったところを端にして縫うと、中心がおかしくなるので、このファスナーの付けを縫ったこうあるファスナー付けの縫い目を一番端にして合わせて縫います。そうするとこう脇までの長さが合ってきます。これで1センチで縫っていきます。1センチで縫いました。見返し端とウエストの上端を縫ってきたので、これでひっくり返そうと思います。まずアイロンでちょっと裏を控えるキセのアイロンをかけます。1ミリ縫い目が見えるようにこう表側、見返し側ではなく表側に折り返しました。これでひっくり返します。ちょっと縫い代がかさばるような時は、縫い代をちょっと落とすと良いです。端を目打ちできれいに出します。で、見返しを控えて整えます。これで上端のぴったり合ったファスナー付けが完成しました。この一番上端はスプリングホックなどでこう留めると最後上端の口が開きにくいです。裏側はこんな感じで見返しが控えられています。こんな風にして皆さんもファスナー付けやってみてください。